皆さんこんにちは。ベランダの小さな自然です。前回の動画は寒波の影響でこちらのビオトープや睡蓮鉢に分厚い氷が張っていたり、食虫植物を植え付けている用土が凍ってしまっていたり、こちらの生きた水苔もね全部凍っちゃってましたけども、そういうのを見ていただきながらいろいろとお話をさせていただいたんですが、あれから2日3日ぐらいですかね、同じように昼間少し溶けてはまた凍ってっていうのを繰り返していたんですけども、今はもうそういうのはないですね。また凍っていた時の、ダメージみたいなものも見る限りではなさそうです。どれもね順調に、冬越しをしてくれております。さて今回の動画なんですけどもね、これはノーマルタイプのハエトリソウばかりを数株まとめ植えしている鉢なんですけども、こちらの植え替えをしながらいろいろとお話をさせていただきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。このハエトリソウなんですが、2022年の年末にこのように植え付けまして、23年24年と2年間植え替えなしで管理をしてきました。用土は乾燥水苔を水で戻したものを使っていて、用土の表面に生きた水苔を置いております。生きた水苔って成長してきますので、時間が経つとこんな感じにモコモコになっちゃうんですけども、植え替え当初っていうのはパラパラと用土の表面に置いている程度だったんで、最初の1年目っていうのはこのようになったのが秋過ぎたあたりですかね。で、一度伸びたのを取り除いてすっきりはさせたんですけども、その後はそのままにしておいたんで、去年は結構早い段階でねもうこんな感じになってしまっていて、でこうなるとこのようにねハエトリソウの株を生きた水苔が覆ってしまうので、あまりハエトリソウの方に光が当たんないですよね。なので去年は、前半はねまだここまで生きた水苔伸びてなかったんで、ハエトリソウの成長も良かったんですけども、中盤から後半にかけては生きた水苔の方が成長してしまって、ハエトリソウの方はいまいちだったですね。私がね放っておいたのが良くなかったんですけども、ただこのようになっていると植え付けている乾燥水苔の方にはあまり光が当たらないので、おそらくね2年経ってますけども、そこまで傷んでないんじゃないのかななんて思っているんですけどもね。だいたい乾燥水苔の寿命って、グレードにもよりますけども 2,3 年って言われておりますので、今回2年経っての植え替えっていうのは普通だとは思うんですけども、ただハエトリソウの場合毎年新しい用土で植え替えをした方が成長がいいなんて言われておりますので、用土の劣化にかかわらず毎年新しい用土で植え替えをするっていう方もね多くいらっしゃると思います。私もこのまとめ植えしているハエトリソウ以外のハエトリソウですね、ほとんど毎年植え替えをしております。ではね、まずこの生きた水苔をね全部取っちゃいましょう。はい、生きた水苔取り除きました。ふわっと浮いてるので余計そういう風に見えるのかもしれませんけども、思ってた以上に量がありましたね。結構成長していたんですね。で、取り除いた鉢がこちらなんですけども、やはり株元に光が当たっていなかったので、ハエトリソウは徒長したような感じになっちゃってますね。用土の方はカビが生えてるかなっていう心配はあったんですが、そういうのはなかったです。匂ってみたんですけども、いわゆる古い水苔の匂いっていう感じで、腐っているとかねそういうんではなくて、2年経っている割にはっていう感じでした。で、ハエトリソウってここの葉柄部分が割と短めで地表に広がるように展開していくのをロゼット、上に長く立ち上げるのをエレクタといって2タイプあるんですけども、これは別にエレクタでこういう風になってるんじゃなくて、ロゼット型が徒長してこういう風になっているんだろうと思います。ここにね別のハエトリソウを持ってきたんですけども、色は別として、雰囲気がね違うのは分かっていただけると思うんですけどもね、本当にねもやしみたいな感じですよね。こちらなんかねもう色が完全にもやしですよね。あとね株が細分化してるというか、小さな株がねたくさんこのように出てるんですけども、これが光が当たらなかったことと関係しているのかどうかわかんないですけども、こちらの鉢のハエトリソウはねこんな感じでした。それでは植え替えをしていきたいと思います。用土は前回と同じく乾燥水苔を水で戻したものです。今回のはねこれ一応ニュージーランド産なんですけども、グレードは一番低いやつですね。私はいつも安価な水苔を使用しております。で、この水苔の戻し方、
いろんな方法があると思うんですが、私はどんな方法でもしっかりと戻っていればいいと思います。ちなみに私は前日から準備をするんですが、乾燥水苔って購入した時だいたいこういったブロック状になっていると思うんですね。まずは全体を濡らします。シャワーでもいいですし、バケツに水を張ってその中に突っ込んでもいいですけども、全体を濡らすんですね。ちゃんと中にも水が入っていくように、この側面もちょっと手で広げるような感じにしてね。で全体が濡れたら、バケツに水を張っているような場合はその水を捨てて容器の中にほぐして、こうして広げていくんですね。この時この容器の中には水が溜まってない状態ですね。でこうして広げてって、木の枝とか葉っぱとか余計なものがあれば取り除いて、でこうしてほぐして全体に広げたら、ラップでもいいですし、この容器のまま大きなビニール袋に入れてもいいですけども、蓋をしてで一晩置いて次の日に使用するっていう感じです。結構ねふわっと戻っていると思うんですけどもね。なので前の日から準備をするって言っても、水を含ませて24時間経ってるっていうわけじゃなくて、だいたい14時間とか16時間後に使用するっていう感じです。で今回はこういった大きな鉢なのでそんなに余らないと思うんですけども、余った水苔っていうのは、例えばこういったところにこうして広げて、で完全に乾燥したらビニール袋に入れて取っておくと。で一度こうして戻した水苔をもう一度こうして乾燥させて、次に使う場合は水を含ませて、そうですね10分後か15分後には使用しております。ではこの古い水苔をですね全部落としていこうと思います。はい、古い淀を落としてハイトリソウの株すべて取り出しました。今回はあまり光に当てずにハイトリソウを育てるとこんなになっちゃいますよみたいな、ちょっと失敗例をね皆さんに見ていただいている感じになっちゃいましたね。いつもね偉そうなこと言ってるのに本当恥ずかしいんですけども、ハイトリソウって輪茎と呼ばれる球根みたいなねこういった部分があるんですけども、これって年数が経つとどんどんと太ってくるんですが、このぐらいの大きさだったらねもう少し長くて太い根が張ってないとねおかしいと思うんですけども、もうなんかね根張りも全体的に良くないですよね。やはりねしっかりと光に当ててあげないとダメですね。もちろんねその光だけではありませんけどもね、今年はしっかりと管理して元気に育ってあげようと思います。でねここの輪茎部分を見ていただきたいんですが、こうしてね力を入れるとこのようにね動きますよね。で上から見るとここに一つ成長点で、動いているところにもう一つ成長点があります。つまりねこれ株分けできるんですよね。もう少し力加えるとポロッと取れると思うんですけども、古い淀を落としている時に自然にポロッとね外れるものもありますけども、これ外して個々に植えてもいいと思いますし、今回はまとめ植えなんで私はねこれ外さずに一緒に水苔で包んでこのまま植えていこうと思うんですけどもね。で今回はまとめ植え、用土は水苔ということでね、やり方としては2通りあるんじゃないのかなと思います。こちらはね同じ鉢にそこに網を敷いて、でこれは日向土というね軽石なんですけども、それの小さな粒を約1センチぐらい、そこにね引いております。で1つ目のやり方は、まず最初に水苔をですね適当にこのように詰めまして、でハエトリソウの株を今ねちょっと片手でやってるんですごい適当ですけどもね、こうして水苔で包んで、で少し間を空けて、でこの中にこのようにしてこういったねちょっと今偶然一緒にくっついてきちゃいましたけども、この小さいやつはもうこのままねここにこう間を空けてこのように差し込んでもいいと思うんですけどもね。でこうやって植えるやり方が一つ。もう一つのやり方はハエトリソウの株を水苔で包んで、片手でやってるんで適当ですけども、
本当はねもっと丁寧にやらないといけないですけどもね。で、これをこのように置きまして、で、もう一つ株をですねこうして、包んで、でこの横にこのようにして、でどんどんと詰めていくっていう、感じ。これが2つ目のやり方です。でこのやり方の場合はこの水苔をですねもう少し濡らして、ちょっとこうべちゃべちゃな感じにした方が、この手を離した時にこの水苔がね株から外れにくくなると思います。それではねこちらの株すべて、ここにまとめて植えていきたいと思います。はい、植え替え終了しました。植え替え後はたっぷりと上から水をかけて、しっかりと鉢内に水を通しております。でこのハエトリソウって淀から抜き取ってしばらくすると、ここの葉柄部分がぐるんってこう内側に巻き込むように動いてくるんですよね。で特に今回のハエトリソウって徒長してここの葉柄部分が長くなっているので、全体的にちょっとぐるんとカールがかかったようなね感じになっちゃってますけどもね。植え替え自体はいい感じにできたんじゃないのかなと思います。まだここら辺ねもう少し水苔を詰めていかないとねいけないとは思うんですけどもね。で前回と同じように生きた水苔をこの用土の表面に置いていこうと思うんですけども、前回はこういった生きた水苔の先端部分、これをですねこのように並べていたんですね。ただこうするとここからドンって伸びてきちゃって、すぐこうモコモコに、ね、なってしまうので、なので今回はこういった下の部分、これを適当な長さにこうしてカットして、でこの表面にねこうして置いていこうと思います。こうすると多分ですけども、この全体から細かな生きた水苔がこう生えてきて、時間が経ってもねそこまでこうモコモコになんないと思うんですけどもね、やってみないと分かんないですけども、今回はこんな感じで置いていこうと思います。それにしてもねちょっと貧弱ですよね。同じねロゼットのハエトリソウ、こちらもね同じ普通種なんですけども、色はともかくとして、もうなんか見た感じがねもう全然違いますよね。同じロゼットなんですよちょっとこれはね本当今年はちゃんと成長させてね、皆さんに元気な姿見ていただきたいと思います。今回は、こちらの鉢にまとめ植えしていたハエトリソウの植え替えを皆さんに見ていただきました。今回の動画が栽培初心者の方に少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。私のチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思ってらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからも初心者さんに分かりやすくを心がけて食虫植物に関するいろいろな動画アップしていきますので、またぜひご覧になってください。それから過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画がいくつかあると思いますので、そちらの方もまだご覧になったことのない方はぜひご覧になってください。よろしくお願いします。